ここは都内にある風変わりな喫茶店、格芸喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。クリスマスか、クリスマスに一緒に過ごしたい格ゲーキャラって誰ですか？でも私はもちろんザンギエフさんですね。裸にエプロンとかしてくれそうじゃないですか。裸であるじゃないだろ。マスターは？強いて言うならばパンダ。パンダ？鉄拳の？そう。なんで？クリスマスっぽい。何言ってんの？ちょっと浮かれてんじゃないの？俺やっぱね、草薙京とか八神伊織とか手から火が出るやつがいいなと思いました。手から火が出る。いや、炎を出してもう温めてもらいたいなっていう。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。カプコンカップ出場を決めたお二人じゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今夜はストリートファイター5チャンピオンエディションを大特集。1人目のお客様は初めてのご来店となる梅原選手。格闘ゲーム流星期から活躍を続けるトッププレイヤー。海外にもその名を轟かす日本初のプロゲーマーです。2人目のお客様はガチくん選手。公式世界大会カプコンカップで優勝するなどプロデビュー以来目覚ましい活躍を見せるトッププレイヤーです。2020年6月から世界各地域で行われたカプコンプロツアーオンライン2020。厳しい予選を勝ち上がったお二人とともにまずはアジア東大会について振り返ります。予選大会振り返ってみてちょっとお話を伺いたいんですけど、ガチ君さんね以前聞いたんですけど、梅原さんにちょっとお伺いしたいなと。久しぶりの大会でプレーは良くなってきてるなって自信はあったんですけど、この前の年に全然環境変わっていい成績が出せなくて、あんまり勝ってやるぞっていうよりかは狭き門すぎて逆に気負うものがなかったですよね、この時は。あんまりそういう意味では大会って感じは。そうですね、前の年すごい好成績だったら少ない機会をものにするぞって意気込んだ可能性はあるんですけど、そういう段階じゃなかったんで気楽にできましたね。もう改めてお二人が印象に残った試合お聞きしたいなと思うんですけれども、ガチ君から。一ついいですか、ガチ君って言ってくれてますね。俺も今思った。前回来た時ね、ガチ君さんじゃなくてガチ君でいいからってね。嬉しいですね。嬉しいです。はい。ごめんなさい。で、印象に残った試合、前回僕多分フードさんって言っとったんですけど、振り返ってる時にザンギさんの試合も結構良かったなというか、選手との試合、個人的には相性の悪い人なんですよ。すごい対策されて毎回負けとったんで、その相手に勝れたっていうのが優勝へつながる一個大きなキーだったのかなというふうには思いますね。重要なポイントで板橋ザンギ選手と当たってる印象がありますよね。それこそカプコンカップの決勝も。そうですね。カプコンカップの時は勝てましたけど、それ以外の大会だとどうしても結構負けることが多かったんで、その相手に勝れたのは一個弾みになったですね。決勝の風土ですかね。同じミルダウンビーストっていうチームっていうのもありますし、決勝のトーナメント見た時に勝率悪そうだなって思ったのも風土だったんですよね。ちゃんと一番厳しいところに勝って CC の出場を決めれたんで、そういう意味では印象に残ってますね。今年例年に比べてね、やっぱ大会っていうのが少なかったわけなんですけれども、不安っていうのを感じることあったのかなって聞きたいんですけど。今年1年はその大会がないけプロゲーマーとしてどうしていけばいいかなっていう不安は結構あったりはしたんですけど、個人配信とか、梅原さんがよくやる雪山だったりとか、ああいうの呼んでもらっていろいろと格ゲー以外のところで自分を出していける機会を結構もらったりとかして、そういうところではなんか今年はこういう風にやっていこうっていうのが立てたんでよかったんですけど、大会は狭き門のカプコンカップだったんでプレッシャーみたいなのがすごい感じてはいましたね。好きですね、こういう環境は。ワクワクするっていうか、どうやって軌道に乗せようかって考えるのは好きなんですけど、軌道に乗った後あんま好きじゃないんですよ。自分はなんか新しい流れを作ったりするのは好きなんで、今の環境はやりがいがあるなと思ってます。例年とはかなり変わった状況でどうやっていくかっていうことを考える。困ったなっていうところで、じゃあどうしようって考えるのがもうゲームでもそうだし、実際の生活でも考えるのが好きなんで、やる気が出ます、こういう環境の。そしてお二人ともカプコンカップ2020の出場権を見事獲得されたわけですけれども、意気込みをじゃあ聞いていきたいかなと。意気込み言うのはあんま好きじゃないんですけど、頑張ります以外の選択肢がないんで。頑張りますですもんね。今年は本当にずっと自分のペースでやってこれたんですよね。その結果いい、大会の成績だったと思うんで、変に最後の最後で
焦っちゃったりしないように自分のペースで大会出れればなっていう感じですかね。今年カプコンカップに出る、東アジア、日本人が今のところ2人っていう中で、日本人の代表として出るみたいな勝手な、日本代表ですよ。そうのイメージあれ持って、やっぱその他の周りのトッププロゲーマーとかトップの人たちに見劣らんような強さで挑みたいなっていうのはすごい個人的に思っとって、やっぱそういう下準備をすごいして、挑みたいですね。ちょっと今日いかんなコメントが、あんまねなんかね今日なんかすごい緊張したの僕。ちょっと砕けた話も聞いていきたくて、やっぱせっかくお二人で来てるので互いの印象なんていうのとかを聞いていきたいなと思うんですけど、高田馬場のゲーセンで梅原さんとボンさんがめっちゃ対戦しよったんですよ。当時スト4の時でサガット龍かな組み合わせでやりよって、梅原さんの筐体見たらゲーセンの灰皿の中にめっちゃ50円玉入っとったんですよ。要はレンコイン用のってこと？そこでこうすぐお金出せるようにっていう感じで。どうせ夜までゲーセンいるんで一時洋外行くのめんどくさいじゃないですか、だから全部50円にしちゃうんですよ。いやただそれだけのことですみたいに言われてもそんな人いないから、いないこともないか。ガチ君さんがそこを見てたっていうのは知らずというか、あんまりね覚えてないですよね。でも初めて会った時の印象は多分そんなに長いこと格闘ゲームやんないだろうし強くもなんないだろうなと思ったんですよ。どういうこと？どういうこプレーを見て思ったんじゃなくて、なんか雰囲気でと？より悪いじゃん過去に見てきた人っていうのは、良くも悪くもちょっと癖があるんですよ。ちょっとこう自分にいかにも自信がありそうなやつだったりとか、なんかやっぱ一癖あるやつがこの業界って目立ってきてたんで、この感じなんですよ本当。しかもまだもっと年も若いし、パッと見て強くなるのかなとかっていうなんか条件反射的に見て思っちゃうんですよ。そうですよね。強くなりそうって思ったらその情報も結構聞いて、今のうちにこいつのこと知っとこうみたいな、こいつは強くならないってなんかその時点で切っちゃって、でも今はもうこんなになっちゃうとか、その中からじゃあどれぐらいの頃にこいつ強いなみたいな見方変わったのか。この間の CPT です。いや最近じゃない。最近なんだ。自分どこで見るかっていうと、調子がいい時であんま見ないんですよ。調子がいい時って誰でもあるんで、キャラが弱くなったりとか、子供が生まれたりとかいろんな変化があって、多分ちょっと落ちたんですよ。そっからどうなるかっていうところを結構見るんですけど、劣勢の中からまたその CPT で勝つぐらい、しかもまぐれじゃなくちゃんと実力で勝ったっていうのがみんな分かるような勝ち方だったんで、強いなこいつはっていう感じですね。今は結構こいつは本当に強いんだなっていう感じに思ってます。じゃあそんな今ね梅原さんがというか初めて話した時のこととか覚えてたりします？初めて話した時のことは、俺お姉ちゃんおるって聞かれたんですよ。なんで審議？なんでなん？結構自信満々に言われたんで、いませんっつって俺も自信満々に返したのは覚えてる。守られてきたんだろうどうせこいつはと思ってます。しかも男の兄弟じゃなく、女の兄弟にこう可愛がられてきた。俺も出ちゃいるんですけど。一緒に広島行ったじゃないですか、イベントで。でガチ君さんのお父さんとお母さんにお会いしたんですけど、相当いいお父さんとお母さんだと思ったんで、多分その感覚間違ってない気がします。多分ね、いい家庭環境で育ったんだろうなっていうのがなんか見て思って。梅原さんからしてガチ君さんのプレーってこういう感じのところがいいとか悪いとかっていうのちょっとあったりします？やっぱマイペースですよね。他の人はあんまり関係なく自分の課題をちゃんとこうきちんと持ってて、カプコンカップ結構早い段階取ったけど、本領発揮してるのはどっちかというと今の方だなと思うんですよね。マイペースな人ってやっぱ徐々にこう周りの浮き沈みにあんまり流されることなく上げていけるんで、そこは強みですよね多分ね。逆にちょっとここは直した方がいいよみたいなこの機会なんで。直した方がいい。いや思い浮かばないですね。それは初めて会った時は自分から見ればこういうとこが甘いなとかあったけど、今はもう立派に成長したんで。多分マイペースなところって多分結構梅原さんもそんな感じですよね。僕のやり方って結構遠回りなやり方僕するなっていうのを自分でも自覚があって、勝ちやすいやり方とか簡単にこう正解に行くやり方ってあるんですけど、そういうところに気づくのが遅かったりとか。誰がうまいですかそれって？同じキャラ使っとる模型っていう、あいつはやっぱすごいそういうとこ気づくの早かったりとか、プランの立て方がうまいなとか。でも梅原さんはそういうスタイルでやってるけど、多分僕も、梅原さんみたいなスタイルなんじゃろうなってちょっと思っとって、そういうとこはすごい梅原さんのプレー見とって安心できるなっていう感じですね、僕は。で直してほしいとこですよね。そうっす。メインディッシュです。LINE とかでほいはいほいじゃないですか。
いや別に直してほしいじゃない。LINE の内容が淡白じゃないと思っていや違うんですよ。いや違う。それはでもまあよく言われますね。前にあったのが、いや俺は梅原に嫌われてるっていう相談を友達同士でして、で友達がなんで見ろよ俺のこのメールのやり取りみたいな見したら、みんなが見せ合って全員にホイだったっていうねあ、俺嫌われてないからよかったっていう話があったぐらい万人に対していやそう。ホイ、機嫌がいいとまあホイホイぐらいやりますあ、ホイが多分一番機嫌いいです。これ誰がホイ引き出すかみたいな。ホイを引き出すか。お二人ってプライベートなお付き合いとかってあるんですか？ないです。いや僕多分梅原さん以外のプロゲーマーとかでも多分ないんですよ。ゲームにまつわる付き合いはあるけどもってことですね。そうですね。今までプライベートイコールゲーセンみたいな感じだったんで、そこで会うっていうのはあるんですけど、今だったら大会とか練習部屋か。でもやっぱ個人競技じゃないですか。だから本番では敵なんで、なかなかそれはね難しいです、仲良くするのが。もし一日誰かプロゲーマーの人一緒にずっといなきゃいけないってなったら誰がいいって？楽な人がいいですよね。竹内ジョンすかね。おお、ジョン君。なんでですか？それね、同キャラ使いだからとか？でジョン君も多分すげえマイペースな子なんで、多分放置しとってもいいんですよ。一人遊びしてそう、確かに。そ梅原さんプライベートで接することあんまりないって言ってましたけど、そういう意味でプライベートで一番接してるゲーマーって誰だと思います？ゲーマー時期によって変わるんですよ。はい昔だったらボンとか、最近は川野とか。もし梅原さんと一日僕が一緒にいようと思ったら何に気をつけたら梅原さん一番楽に一緒に過ごしてもらえますかね？気を使われると困るんで、本当に気を使ってない人か、気を使ってるんだけど使ってないように見せるのが上手い人と多分一緒にいることが多いのかもしれないです。女の子とでもお友達になれますか？何それこれはいいぞ。なれるはずですけどね。あ、本当ですか？この間ビスカップ、女子高生とのやり取りがちょっと話題になってて。あったね。あの子は俺のこと知らなくて、そういう意味では楽だった。なるほど。逆にそういう感じの方がやりやすかったりもするんですか？それは男女関係なくお友達にもなれますね。なれますね。よかったなるほど、よかった。すみません。ちょっとごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな質問されたのは多分初めてです。あ、よかった。初めてのこと。初めての。いや、だって初めてのことじゃないとね、やっぱ来てもらった意味ないですからこれは。こうやって話聞いてたら楽しくなっちゃったんですけど、そういえばこの人たちプロゲーマーですよ。お二人のプレーが見たくなってきてしまったんで、梅原さん、ガチ君さん、戦っていただけますでしょうか？大丈夫です。お願いします。ここからは梅原選手とガチ君選手による三崎でのエキシビションマッチです。ね、2人しかいない CC 出場者同士なんで、前哨戦、カップの前哨戦のつもりでやります。10年前のあの時、僕のことをもうこいつはうまくならんじゃろうなって思うやつがここに目の前におるんで、なんか勝ちたいと思います。はい、頑張ってくだモチさい。ベーション違いすぎないか、二人。いや、楽しみ。始まりました。お互いかなりまたじっくりと動いていきます。どれだけ返す。トリガーと V スキルがガイルは22なんですね。そうなんですね。ダイブソニックとそしてナイフエッジ、サマーソルトキックを強化する V トリガーになっています。これ位置を入れ替えるのがガチ君です。かなり時間を使っていく戦いになりそうだ。お互いそろそろ V トリガーが溜まる状況になっていますが、梅原が体力リードを取るしゃがみ攻撃クラッシュカウンターから置き攻めに持ち込んでいきます。ガチ君もここで V トリガーを発動したいところ、どこで使っていくか。いわゆる生発動とりあえずしておく。前としゃがみ強パンチをしっかりヒットさせてから位置を入れ替えつつ画面足の攻めに持ち込んでいきます。ここは空振りついてゲージを1本使った。梅原にはゲージが全てあります。うまく使えばハンマー返していく。1本ゲージを使ってきました。そしてこのサマーから出るいわゆる補助輪と言われている飛び道具で牽制していきます。歩いて投げ、ダブルサマー当てると相手離れるから、置き攻めはできないですけど、ガイル別に遠距離戦強いですからね。ま
ブルサマーはすごいリーチが伸びるんで、ああいった割り込みとしても信用できる反撃として技でした。まずは梅原が取ったがしゃがみ強パンチが間に合わなかった。その上から潰したガチ君。じっくりと中間距離で戦っていくのは梅原です。ストレートを送り出してガチ君の体力を少しずつ奪っていきます。クラッシュカウンターからソニックハリケーン、大きなダメージを取って、ここはサマーで返していく。そして投げ抜けを誘ったリバーススピンキック。まず1試合目は梅原しっかりとガチ君を倒していきました。なかなかちょっとガチ君がやはり近づけていない状態になってますよね。ここもしっかりと止めていく。ソニックブームに対してラシードは V スキルの転がってくるアサルトネイルって技で一応対処できることもあるんですが、非常に難しくてですね、その道を誘いつつスタンまで持ち込んだ。サマーソルトまで決めて画面端の攻めに展開していきます。梅原の体力は全く減っていません。対するガチ君はもう体力が残りわずかになってきた。ここは打撃を通していくガチ君、さらに投げていきます。 V トリガーもありますからうまく使いたいところ。横押しするが、しゃがみジャパンチかける3からサマー、そして投げ。梅原が3ラウンドを連取。ガチ君苦しい状況。どっかできっかけをって感じですよね。私やっぱり画面端の攻めは強力なんですけれども、その形にほとんどなっていません。うまく押し返して、むしろ横押しをしているのは梅原。画面端が近づいてきた。リバースピン、痛い。サマーからソニックハリケーン、どうするガチ君。投げを誘って投げていきます。エキシビションマッチ勝者梅原、おめでとうございます。これいろいろあるんじゃないですか、言いたいこと。ちょっと聞きたい。いや前々から弱いなって思ってたんでまあこんなもんかなっていう。ちょっと待ってください。いや言葉を失っている。言葉を失っている。あの時素直にやめて他の道行ったけどそんなことないから。日本代表なのに。日本代表だから。頑張ります。はい。初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。今週の先生は格ゲーシーンを牽引してきた梅原先生。 TPU 戦から見ていただけますか。いやちょっと今日は特別に梅原さん来ていただいてますし、一生一度あるかないかなんで梅原さんと一緒にちょっと対戦をしたいです。これ断ってもいいんですか？それは断る人の反応だな。いいですか？はいありがとうございます。梅原先生と実践形式で課題を見つけることになりました。ここまでかなりいつ Z いい動きですよ。いつ Z、そうっすね。いつ Z いいっすよ。いいよ。はい。ちょっとうまくなってるんですよ。うまくなってる。マジで分かってる。うまくなってる。うまくなってる。あれ？おいおいおい。うまくなってる。嘘だろ。今日人違うんすか？いやいや違います。執念が違うんです。人が違うんじゃない。執マジ念が違う。強いっすね。あんな寒いコパン打っとったっすけど。かなり渋い地上戦するって評判なんだよ。配球も出ますから。本職の自己で言ってんだよ。でも今の大パンもいい大パンだ。大キックも増えたらいいね。やっぱさ、アイアンマッスルも使えるようになってきてるよ。使い方合ってる。すごいいいっすよ。見入っちゃうなこれ。マジか。V タイムあるよ。まだ残ってるからね。 V タイムあるよ。今すごいよ。いつもとはちょっと違う雰囲気がな。雰囲気が違う。V タイムあるよ。ゲージがないからね。ダブルラリアット。ゲージない。ゲージない。ダブルラリアットだった。見てなかった。いや、これね、信じらんない。いつもだったら梅原さんが応援されることが多いのに、今はいつかちゃんが応援されてる。このなんていうの、もうフロアで。雰囲気漂ってるよ。いいジャンプ。
アイアンマッスルもあるよ。はい、よしよし。3発は取れない。2発までだからね。ちゃんと舵に来てもくれてる。ちろんもちろん。ガード。端はやっぱガイルの端はまだ来る。抜ける。今の抜けは。なるほどね。なるほど。ああもうダメだ。最終ラウンドはちょっと厳しくいきましたけど、はいもちろんもちろん。でも思ってたより全然このゲームのザンギエフでやんなきゃいけないことやってて、どこで伸び悩んでるのかなっていうのがちょっと今の対戦だと分かんないぐらいいろんな先生に教わってるだけあるなっていう。何度か私後ろになんかジャンプ、バックジャンプしちゃったことがあるんですけど、あれも弱スクリューを入れようとして思った通りにやっぱスクリューを決められないことがそれ練習ではできる。練習ではできます。出したい技を出すときに、はい大事なのは、相手のことを一回考えるのやめる。自分がやんなきゃいけないその、入力をきちんとやる。スクリューコマンドを入れれば絶対スクリューは絶対このゲームって出るようになってるから、そういう時に相手が強い人だとか相手が怖いなとか体力負けてるなっていうので余計なこと考えちゃうとその正しい入力ができなくなっちゃうから、勝ちたいって気持ちを一回脇に置いといて出したい技をちゃんとこう自分の世界に入って出す、それが大事。音楽とかも多分そうでしょ、ね、周りのことこう気にしながらできないから、人に見せるとか人と戦うっていう世界なんだけど、でもいざその本番っていうか戦ってる最中はもう自分の中に入っちゃうっていう。時には相手のことや状況を考えずに自分のプレーに集中することが重要です。その苦手なスクリューコマンドをトレーニングモードを使って反復練習するとどんな精神状態でもミスんなくなる。例えば板橋ザンギエフっていうザンギエフで有名な人とかはどんなに追い詰められてても多分スクリューコマンドはミスんないんだよね。それぐらい反復練習してるから。だから自分が今これがミスしちゃうなっていうのは解決方法すごい簡単でトレーニングモードで練習する。技がちゃんと完璧に出せるようになってからが格闘ゲームの本当の面白いところに行けるので、そこまで行ってほしいな。ありがとうございます。でも動きの筋はいい。本当ですか？本当に筋はいい。向いてる。聞きましたか？今梅原さんに筋はいいって言われましたよ。俺よりかは全然いいと思う。俺よりかはトレーニングモードで反復練習あるのみ。さらなるレベルアップを目指せ。頑張れ1セット。本日も閉店のお時間となりました。なんかちょっと真面目な話が多かったかもしれなくて大丈夫かなと思いましたけど、楽しかったですね。久しぶりのこういうセットもあって番組なんで、はい、楽しかったです。梅田さんに素質がないと言われても頑張ればここまでなれるということをね。めちゃくちゃ気にしてんじゃん。まあでもなさそうだから。ないじゃない。なさそうに見える。まあ頑張ります。はい、ありがとうございました。いや本番もねありますからね、カップカップもぜひ2人頑張ってくだ一層楽さい。しみになった今夜の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様は梅原選手とガッチ君選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は元旦スペシャル。宿命のライバルともいえるあの梅抜きが揃ってご来店。いつもより早い夜9時30分からの放送です。